この人と一緒に仕事したいなとか、この人に会いたいなって思えてもらえるのはすごい光栄だなと思ってて、技術もそうですし、お会いできて嬉しいなっていう気持ちでいつも皆さんとお話ししてます。90年来て90歳なんです。90年や92やめっちゃ元気。ちょうど日傘の傘骨になります。いつもは蛇の目なんですけど、今ちょうど日傘作る時期かなと思って日傘を。傘って漢字に人の字がいっぱいつくんで、由来で言うといろんな人の手で完成するから、そういう字になったっていうふうに聞いてるんですけども、こんな感じです。この後長い骨つなげていきます。本当は小刀なんですけどね、こうやって先をふわふわにするんで。こういうのは昔の人は知ってたかもしれないんですけど、全然今だと知らない技だなと思って教えてもらった時にちょっと感動しました。左手の爪は伸ばしとけみたいな、そういうのがあるんですって。なんか資料とか昔の資料で、傘屋なのに爪を切って息子が怒られるみたいな。通す時は基本的につなぎの作業って言うんですけど、穴の位置とかが見えづらいし見ない方がスムーズなので、かなり慣れでやってるところが多いです。糸をつなぐ前に竹の曲がりを矯正するのはかなり大事なんですけど、すごく難しいです。つなぎの作業は破損の確認とかもしてます。この目先って呼ばれるこの位置割れてないかとか、これ今前側は陶芸、後ろ側陶芸と和紙屋さん、後ろが和傘と陶芸になっています。
可愛いですよね。そうとピンク。今度四つ葉のクローバー。見る。これ本当はくっついてるの本当に。そう、本物の葉っぱをこうサンドしてあるんです。和紙の中に。スタンプだからまだ入ってる。そう、本物が入ってるってね。傘？傘。本当だ。なんでだろう。キャンディー。中も肉の木がこの模様も作られるんですか？手書きされるんですか？こういった友禅水という和紙の種類があって、そう紐で全部つながってます。これ金？お酢物は？そうそう、お酢のも可愛いね。骨数が44個。それこそ10日。そうなんです。でっかいひまわりいいですね。のり。なんでしょう。材料は何でしょ材料蜂蜜？蜂蜜？めっちゃいいね。タピオカなんです。タピオカなんですね。そうなんです。タピオカって何なの？タピオカってね、なんだっけな。芋？芋、キャッサバ。あー、芋の汁？そう、芋の粉。ベトベトしてる。いくち本当だ。そう、七五三の時に。あ、記念日ですか。そう、七五三を取ろうってなった時に、ちょっと傘が欲しいなと作りました。可愛いですね。綺麗だねとか言ってくれます。うん、やっぱりそういうのすごく嬉しいので元気になるというか励みになってて、今日の傘はいまいちだねとかそのこういう私が家で多分仕事しすぎてるから早く遊んでほしいんやと思うんですよね。私は傘なんで作ってるかって言ったらいろんな人と喋れるので、いろんな人と会うたびにいろんな人とお話できて友達になれるので傘作ってるんです。日常が彩るようなののお手伝いができたらなという思いでやっぱり仕事やってます。日本書紀の720年に、天蓋と呼ばれる大きなパラソルですね。開閉のできないパラソルが大陸から日本に献上されたのが元やというふうに言われてます。日本の元々の傘ってこっちの傘、農村部の方々両手使えるように使う傘なんですけど、基本的にはその魔除けとか権力の象徴なので刺してもらうもの、持ち手がついてて刺してもらうものっていうのが傘っていう分類になってます。職人さんでいうと和紙屋さんもそうですし、分業制だから傘骨屋さんもいらっしゃいますし、問屋さんもいらっしゃいますし、いろんな方たちの手で完成していくっていうのがすごくなんかドラマチックだなって思いながら、そんな仕事のお手伝いできててなんか光栄だなって思ってます。いや今年はひどいわ。年寄り答えるわ。気をつけてください。もう熱中症とか。本当に年寄りは本当答える。こんなが。これ最近作った日傘の傘になります。こんな感じです。畑のそばに渋柿とかあったらその渋こしてその塗料とか一閑張りとかそういうのを使ってて防虫とか防腐の作用があるっていう。これで
結構息子さん手伝ってくれるんですか？そうなんですよ。海苔を練るのをやってくれます。これを。でこうベタベタなって色のところに海苔ついて、ああみたいな。ありがとう。骨の上の海苔に比べるとこちらの巻き紙の海苔は薄めで、なんでかっていうとやっぱり竹と和紙はくっつきにくいけど紙と紙はくっつきやすいということでちょっと薄めにしてます。で貼り合わせていくという感じです。で下のラインに絶対合わせるんですよ。やっぱりこう穴の位置とか骨の曲がりとかが均等ではないので合わせるためにちょっと微調整する。で柄が全部つながってるように見えるようにするっていうのはちょっと難しい。なんかいつも作ってて思うんです。なんかこう失敗する時もよくあるんですけど、意外と和紙がこちらの融通に合わせてくれてるなと思う時が結構あります。終わりです。ありがとうございます。ここ後でまとめてきれいにして天井の紙を貼っていきます。うわー大変だったー。もう子供とかに触ってもらえるの嬉しいです。なんか和傘とか知ってる人たちじゃない世代の人たちとかに見てもらって、あなんか綺麗だねとか、こんなのがあるんだみたいな風に思ってもらえるのがもう嬉しいです。いろんなアイディアももらえるので面白いです。海苔が蜂蜜に似てるとか、そうでやってたら全然気づかないし、業界の人とか絶対に思いつかないことを聞けるのが私はすごい発見というか驚きがあってやりがいがあるなって思います。今度これで和紙で傘にします。そう和紙屋さんからの提案で穴の開いた傘は傘屋的にどうなんだって思ったんですけど、和紙屋さんがいやちょっと作ってみてほしいと。作ったら面白いと。実際面白くて、なんかこういろんな人から提案してもらって作る傘もすごい面白いです。今度は妖怪傘を作るワークショップがあって、一番楽しみにしてます今年。大人も子供になれるような機会だなと思うので、私も思い切り子供になって妖怪傘で楽しみにしてます。私あっこと一緒にするから、飛田さんはハルトのこれをチェック
さ誰に会ったみたいな。これでもいいですか。これなんかは目印なんか。美味しいですよ。目を描くのは絵の具で描いても大丈夫です。ハンコも OK です。先生の傘お化けです。決まりはないので自由に妖怪の傘にしてください。山の妖怪はチミ、毛量は、川の妖怪です。2種類のコーヒーがあって、チミの方は濃いコーヒーです。で、毛量はあっさりとしたコーヒーです。2種類からお選びください。ではどうぞ。俺漆黒に染めるよ。だってバレにくいやろ。リアルフォーグラフィーだ。あ、いいかも。左目がなんか痛いんですけど。真っ白いノートに好きに書いていいよって言われて、やっぱ悩むのって大人なんです。何書こうかなとか、失敗したら嫌だなとか、無難な柄を選ぶとか。でもそういうのは子供はあんまりないので、悩まれてる方には少しアシストですよね。好きな色を聞いたり、最近の思い出とか、金沢のどこが好きとか、その子の魅力をやっぱ出せたらいいなというか、一緒に楽しむっていうのが大事かなと思ってます。お父さんとお母さんの方がだんだんこう熱中していく感じで。誰か道行く人とすれ違った時にはこんばんはと声をかけてあげてください。おじさんボートでいいほらもう。おじさん。よいしょ、ここや。ここや。先にある宝泉寺にお子さんで登ってもらいます。上に、あ、なんか上にいる。逃げるな、卑怯者。逃げるな。じゃあ3人で行ってもいいけど、静かにして。お寺さんだから。はい。ここの、見てください。息子には砂吹きみたいになってほしいなと思ってて、旅人ですね。どこ行っても生きていけるような子になってもらえたらいいなと思ってます。あ、こんなんダメかな。みんなそれもらった。なんかみんな違う見てよ。あれ、置いてく。妖
妖怪の顔して。いい妖怪の顔して。ノロノロして。